はい、こんにちは。今日はね、ドリル戦車マーク2やっていきたいと思います。以前作ったドリル戦車、こいつね、プリミティアのプロトタイプの時に作ったやつで、今みたいにまともな動力がなかったし、物理法則も今と違ってたんだけど、こいつを今の環境で作り直したいということで行ってみましょうと言いたいところなんだけど、その前になんとプリミティアのバージョンアップが入りました。イエイ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 。今回はビジュアルとか内部の処理の変更がメインで、いつもみたいな目玉商品は特にないみたいなんだけど、準備しながらさらっと見ていきましょうか。で、まず目立つところって火のエフェクトが変わりましたね。以前よりもポップな感じのエフェクトになってます。ここで燃やしてる鉄は後で使うとして、前回までで電池をいっぱい使いすぎてさすがに充電が必要なので、船からモーターを剥ぎ取ります。ここでこれもバージョンアップの一環なんだけど、手で掴んだ部品のエフェクトが変わってますね。この辺のエフェクトの変更は処理の高速化の一環なのかな。一足先にリリースされたクエスト版と似たような感じに変更されてます。よし、そんな感じでひとまず準備ができました。で、まず作り直すのは足。さすがにちょっと壊れやすかったので、今回はタイヤを作り直します。モーターの周りに鉄をくっつけて、これだけで武器になりそうなんだけど、ルーターブレードみたいな感じですね。ちょっとした石なんかだと壊れないし、なんなら踏みつぶしちゃいますね。最初軽量化の目的もあって、木で作ってた部品とかも作り直して、かなり頑丈な作りになりました。これを足として取り付けて、よし。で、ベースにするのは前回作った合体ロボハイザインなんだけど、ひとまず上半身は取っ払います。で、さっきと同じ足をくっつけて、ひとまず前輪が揃った状態で試運転。いざ逆これ取り付ける前に回転方向を確認してるシーンなんだけど、何を確認してたんだね、逆に付け直すこともできるんだけど、前々回のコメントで前後逆にしてみたらっていうアドバイスももらってたので、今回はこのまま行ってみようかな。車輪も作り直してるので、あの時のサスペンションの挙動の検証にはならないんだけど、とにかく後ろ足が前進、前足が後退ってな作りにしてみます。全体の大きさも少し大きくするついでに重量も上がる予定なので、ドローンで軽量化を図ってたりもするんだけど、よし、とりあえずこんな感じか。スイッチ類は後で作り直すんだけど、とりあえず試運転。いざ。むき出しの電気の配線が木にぶつかって壊れちゃいましたね
動くことは確認できたので、このまま進めていきます。で、ここからドリルを作っていくわけなんだけど、さっき発電に使ったモーターが1つあるのと、その辺の風車から取ってきてもいいんだけど、回収し忘れてたやつを取りに行くか。これ後で使おうと思ってたんだけど、まあとにかく今回はマーク2ってことでツインドリルで行こうと思ってるんでね。で、実はドリルのベースになる部分はもう作ってって、じゃん、以前作った潜水艦、ちょっとね陸上では手で動かせる重さじゃないので、一時的に部品を外すカスタムをして、こいつをさらにじゃん、あとは前足とぶつからないように車体の真ん中くらいにうまく調整します。よし、動作も問題なし。まあ片方ずつ動かす必要があるかは疑問なんだけど、あとはこいつに鉄の刃をくっつけてドリルっぽくしていきます。かなり大量の鉄が必要になるし、ドリルっぽく組み立てるのが結構時間かかったんだけど、よし、まあこんな感じか。とりあえず試運転、ちゃんと動きはするんだけど、電池1本だとドリルが弱いかな。これドリルをフルパワーで回す必要ないと思って減らしたのもあるんだけど、潜水艦として作った時に浅瀬に乗り上げにくいようにこっち回転にしちゃったんだよね。なので間に何かがあると乗り上げて車輪が地面につかなくなるってのが計算外だったかな。あとドローンが少し多すぎて、これも乗り上げる原因になっちゃってるかもしんない。はい、ちょっと今のは進行方向のスイッチをまだ作り直してなくって全身で固定してたんだけど、一応動くことは分かったので、今度はスイッチを作り直していざ。まあ悪くはない感じですね。電気配線がむき出しなのでしょっぱなで破損してたりはするんだけど後で走行をつけるつもりなので、それでなんとかなるかな。自爆ドローンも厄介ですね。こいつは対空兵器を積む予定はないので、ドローンに対してはいかに防ぎきるかがテーマになります。ちなみに映像では分かりにくいんだけど、今ので左ドリルの配線もやられましたよし、ここまでのデータを踏まえて仕上げていきたいところなんだけど、まず航続距離を上げたいってのがありつつも、充電済みの電池が少ないんだよね。使ってるモーターを一時的に外して充電するってのが妥当な解決策ではあるんだけど、いや待てよ、ドリルで発電すればいいのでは？どういうことかというと、ドリルはドローンで逆回転させてその電力を充電に回す。さっきドリルの回転がこっちだと物に乗り上げちゃう問題があったので、それの解決にもなると思うんだよね。よし、あとは走行を作っていきます。順当に考えると耐久性と重量のコスパがいい
プラスチックを使うのが賢いと思うんだけど、最近の私は真っ黒だとつまんないブームが来てるので、ひとまずマイブームが来てるレンガを使ってみましょうか。これだけだと防げるかどうか不安なんだけど、とはいえ近くにある粘土はこれでほぼ使い切っちゃったんだよね他に最近使ってないような素材は、生ゴム。ゴムは爆発に強いみたいなんだけど、生ゴムはどうなんだろう。とにかくこいつは無限に湧いてくるし、使い捨てとしては最適ですね。なかなか独創的な色合いにちょっと電気系統とか正面にも装甲が欲しかったので、差し色とかも入れてみたんだけど、ちょっとやかましい色合いになっちゃったかもしんない本当は補修材で装甲を作るってのが多分有意義なんだけど、この島に渡ってきた時に持ってきたやつがもうこんだけしか残ってないんだよね。さらに小さくなったよし、まあとにかく行ってみましょう。なかなかいい感じに仕上がりましたね。仕上げの段階で実践向きに仕上げるかおしゃれに仕上げるかで迷ったんだけど、実践向けとして搭載したい機能のうちまだ実験してない部品がいくつかあったりするので、それはまた今後の楽しみで置いといて、まあそれなりにうまくまとまったんじゃないかな。とはいえ途中細かすぎてはしょった問題点とかもあるので、その辺まとめていきましょうかね。ということでドリル戦車マーク2やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。これね、マーク1が完全にドローン動力に頼ってたのに対してモーターで動くように作ったのもあって、実質完全に別物になってるんだけど、機動性能、攻撃性能、防御性能の総合点で考えると、まあだいたいどっこいどっこいかなモーター駆動だからドローンみたいな不安定な動きはしないんだけど、総重量が上がりすぎて左右の動きをほとんど人力でできないってな問題点があります。これは最終的には使ってないドリル用のスイッチがあるので、これを右旋回左旋回に割り当てるってな発想だけはあったんだけど、構造が難しそうだったので今回は見送ってます。で、前回までのレバーが引っかかったりしてたのもあって今回作り直したんだけど、なんか妙に荒ぶることがあっておおむねって意味では同じように作ってるんだけど、ちょっとひねるとぶっ壊れたりするのってやっぱこの辺の精密機械は難しいですね。あとこれドローンを振り切れないくらいのスピードで進むので、ドローンが後ろからついてくるような形になるんだけど、後ろの走行がないので狙い撃ちされるんだよねまあこれは運転しながら体を左右に動かせば避けれたりもするんだけど、後ろにも走行を追加するのが良さそうですねまあそんなこんなで最近は陸上の乗り物をいくつか作ってきたんだけど、
一遍置いといて、次は空の乗り物を作ってみようかな。ということで、次回は垂直力だ垂直離着陸垂直垂直離着陸 VTOL やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。